こんにちは、ぴょんです。前回のアイスランド旅で北欧の美しさに魅了された私は今年のお正月休みに再度アイスランドへ、そしてフィンランドにも行くことにしました。一生に一度はオーロラを見てみたいと思われている方、一緒に夢を叶えましょう。今回私は東京羽田からフィンランドヘルシンキまで行き、そこからアイスランドのレイキャビーク、アークレーリ、フィンランドのラップランド、ヘルシンキと旅しました。結論から申し上げますと、アイスランド、フィンランドどちらも最高の国で、それぞれの国、地域に良さがあり非常におすすめです。オーロラは4夜見ることができました。フライト、ホテル、レストラン、観光情報も含め、この動画をお届けいたします。かかった金額はその都度画面の右上に表示し、動画の最後には一覧にして合計金額をまとめています。スーツケースは2個レンタルしました。厳冬期の北欧旅10泊12日、スーツケースの中身をご紹介いたします。行きは圧縮袋を使わず、帰りは圧縮袋を使うのが、うまくパッキングをするコツです。マイナス20度以下の世界に備えて寒さ対策も万全です。最も寒い時にはヒートテックの超極暖の上にウルトラライトダウンを着てからこの細身のダウン。さらにその上からオーバーサイズのロングダウンを着てフードをかぶっていました。もちろんニット帽も必須です。ダウンの重ね着は大正解でした。すべてのものをカテゴリーごとに小分けにして収納するのも私のこだわりポイントで、整理が簡単になるので気に入っています。機内持ち込みの荷物はリュックとサコッシュの2つです。今回も eSIM アノマドを利用しています。今回の旅は羽田空港第3ターミナルから出発します。フィンエアーは L カウンターです。私たちはビジネスクラスを利用します。チェックインカウンターも保安検査場も上級クラスの優先レーンでスムーズに通過できました。フィンエアーはワンワールドのアライアンスに加盟していますので、日本航空の桜ラウンジを利用できます。今回乗る羽田発ヘルシンキ行き AY062 便は21時55分発。シャワーは自宅で浴びてきましたのと、機内食を美味しく食べるためにお腹を空かせておきたいため、ラウンジではただ座ってのんびりしようと思います。アプリでオンラインチェックインをすると、搭乗開始などをプッシュ通知でお知らせしてくれますので便利です。ビジネスクラス利用のため優先レーンで搭乗できます。この旅行は1年ほど前から計画をし、とっても楽しみにしてきました。フィンエアーはフィンランドのフラッグシップキャリア。ヨーロッパで最も格付けの高い航空会社です。フィンランドはヨーロッパの主要都市と東アジアを結ぶ最短ルート上に位置しており、平時であれば東京からヘルシンキは飛行時間が9時間半と、アジアに最も近いヨーロッパの主要都市がヘルシンキでした。座席周りを見ていきましょう。
アメニティはマリメッコとのコラボデザインポーチの中に入っています。アイテムは竹製の歯ブラシと耳栓。マリメッコのアイマスク。ポーチは内側が撥水加工になっています。クッションやブランケットなどもマリメッコがフィンエアー専用にデザインしたもの。使いやすい位置に USB ポートが備わっていて、タイプ A とタイプ C 両方の差し込み口があります。なんとテーブルの上ではワイヤレス充電も可能です。座席の横には物を入れるスペースがあり、ペットボトルのお水が入っていました。足元には国際仕様のコンセントがあります。機内食のメニューです。ワクワクしますね。詳しくはまた後ほど。ドリンクも一通り揃っています。定刻通り出発です。今回の羽田からヘルシンキは約13時間の飛行時間です。今回お世話になる機材は A350 のダッシュ900。燃費効率が良いことと騒音が抑えられていることが特徴で、一世代前の A380 や同サイズのボーイング777ダッシュ300に比べ、乗り心地が改善されています。メニューやスクリーンには日本語表記も用意されています。何を隠そうコロナ前はフィンエアーの売上高と旅客数が本国フィンランドを除いて一番多かったのが日本なのです。ブランケット、敷布団、スリッパも北欧らしいデザインのおしゃれなもの。フィンエアーの最新機材は座席の形状が絶賛されています。座面とオットマンの間を埋めてフルフラットにするのは良いアイディアです。あちらを開封していきましょう。袋に入っているのは上のグレーのものがベッドパッド。紺とグレーのストライプは大判のブランケットです。一般的なビジネスクラスシートは背もたれの部分もスライドしてベッドの一部となりますが、今回の隙間を埋めて180度にする方式では180度の状態で座っている体勢も取りやすく画期的です。お化粧室も見てみましょう。ディフューザーの良い香りがします。フィンランドの自然派ブランド、シーズのソープ類が置かれていました。おしぼりが配られ、しばらくするとナッツが来ました。ブス塩味で美味しいです。お食事の前に有名なブルーベリージュースを注文しました。ゲレーが忙しそうになり始め、そろそろディナーのお時間です。冷製のお料理は枝豆のピュレとモッツァレラチーズ、温かいお料理は大豆ミートの唐揚げ、デザートは抹茶のムースをお願いしようと思います。冷製のお料理はメニューに書いてある2種類ともいただけました。カツオのスモークは日本人が食べやすい味付け。アボカドがクリームのようにとろけました。枝豆のピュレは塩味がマイルドで、ピュレの層とモッツァレラチーズと揚げた玉ねぎのバランスが良く、機内食のレベルを超えた美味しさです。温かいパンも配られました。
メインディッシュは大豆ミートの唐揚げとお野菜に黒酢ソースがかかっています。実は大豆ミートが大好物です。デザートは抹茶のムースを選びました。クリーミーで美味しいです。夫はメインディッシュに金だらの煮付けを注文しました。前菜2種は共通しています。夫はデザートにマンゴーとココナッツムースのケーキを選びました。ワインリストの中で唯一フィンランド産のものであるブルーベリーのデザートワイン。添えられていたチョコレートと相性抜群でした。お化粧室が空いているかどうか一目でわかるので便利です。もしオーロラが出たら教えてくださいと CA さんにお願いしました。飛行時間はまだあと10時間以上ありますので、座席周りの電気をすべて消して朝ごはんのお時間まで寝ましょう。目が覚めると北極エリアを飛んでいました。着陸1時間半前、朝食をいただきます。生ハムとチーズのサラダ、ローストベーコンとフライドポテト、マッシュルームとラタトゥイユ、懐かしいリンゴヨーグルト。ジュースはブルーベリージュースを、コーヒーはカプチーノをお願いしました。残りあと少しです。到着ゲートと乗り継ぎの情報が案内され始めました。私たちは着いたら入国審査をしてレイキャビーク行きへ乗り換えます。預け入れ荷物はそのままレイキャビークまで行くようになっています。無事にヘルシンキ・バンター国際空港に着陸しました。フィンランドの首都ヘルシンキへは日本の羽田、成田、関西、名古屋から直行便が就航しています。2025年の夏からはさらに増便し、週22便となるようです。北欧らしいシンプルでおしゃれなデザインと、フィンランド出身の人気キャラクタームーミンの仲間たちで空港からすでにフィンランド気分が盛り上がります。少し遅延しましたが、4時20分頃ヘルシンキに着き、次のアイスランドレイキャビーク行きの飛行機は7時20分発で、あと3時間ほど時間がありますので、フィンエアーのビジネスクラスラウンジで待ち時間を過ごします。北欧インテリアのテイストが好みです。シンプルで落ち着きますし、洗練されていておしゃれです。席数はかなり多く、個室のお仕事スペースもありました。先ほど機内食をいただいて、まだそんなにお腹が空いていないのでラテだけにします。その後はシャワーを浴びてさっぱりしました。さて、そろそろ搭乗の時刻です。乗ってみてびっくり。私は間違いなくビジネスクラスを予約しているのですが、シートポケットに入っているメニューにもエコノミークラスと書いてありますし、事前座席指定した時と違い、シートが明らかにエコノミーのそれなのですよね。搭乗券を機械に読ませて飛行機に乗っているので、この飛行機であるはずなのですが、間違えて違う飛行機に乗ってしまったかと思い焦りました。
急いで CA さんに確認しましたが、近距離路線はこれがビジネスクラスですと言われました。仕方がないのでシートベルトサインが消えてる間は、アームレストを上げ3席をつなげてフルフラットで使います。この飛行機はシート配列が33ですが、予約時は121でしたため、夫と窓側の位置を縦並びで座席指定していました。たまたま入らなかったのかブロックされていたからなのかはわかりませんが、それぞれ1人で3席利用できるのはせめてもの救いです。機内食は食事制限を除き、選択肢はなく全員同じメニューです。スパニッシュオムレツとお豆の煮込み、ハムとチーズのサラダ。これはパンに挟んでサンドイッチにしました。デザートはパイナップルとメロン。ドリンクはブルーベリージュースを選びました。ヘルシンキからアイスランドのケプラピーク空港まで3時間55分のフライト中、お食事以外ほとんど寝て過ごしました。そろそろ着陸ですというアナウンスで目が覚めました。着陸前の風景は国によってだいぶ特徴が違い、道路や建物の形に個性があるので見ていて面白いです。無事にアイスランドケプラピーク国際空港に到着しました。ここケプラピークはアイスランド最大の国際空港ですが、首都のレイキャピークとは 50km 離れていますので、45分ほどバスで移動します。バスは綺麗で快適ですし、充電用にタイプ C と USB ポートがあります。1月上旬のアイスランドの日の出は11時15分頃。10時を過ぎるとだんだん空が明るくなってきます。乗客は全員 PSI バスターミナルで降り、それぞれの行き先に合わせ、バスを乗り換えます。本日から1泊2日するホテルレイキャビークサガに到着しました。昨年のアイスランド旅でもこちらに宿泊し、とても気に入りましたのでリピートです。ルームカテゴリーは前回と同じファミリーデラックスですが、こちらは全く同じお部屋ではなく、間取りが少し違います。前回は氷河を見に国内線で移動し、1泊2日で南部のエリアを訪れて、帰りに飛行機が欠航してしまい、レンタカーで7時間かけて首都へ戻るというアクシデントに見舞われたため、こちらのホテルにチェックインするのが夜遅くなり、レイキャビークは寝るだけの滞在になってしまったのが心残りでした。今回はついにお昼間の街を歩けます。お部屋の窓から見えるのはチョルトニン湖。白鳥やカモなどの水鳥が生息する憩いの場です。冬の間は湖が凍り、市民のスケートリンクになっているそうです。貴重な明るい時間、早速お散歩に出かけます。前回食べてからずっと忘れられなかったバイアリンベスタピルスルのホットドッグ。ふわふわのパンとカリカリのオニオン、ソースの旨味とソーセージの癖がやみつきになります。1938年創業の老舗ホットドッグスタンドでアイスランド国内に10店舗を展開。元アメリカ大統領のビル・クリントン氏が宇宙一美味しいホットドッグと言ったことでも有名です。これが本当に美味しいので、滞在中にまた食べに来ると思います。
レイキャビークで有名なレインボーロードに差し掛かりました。ハットルグリムス教会へとまっすぐ続いています。ハットルグリムス教会はキリスト教ルター派の教会で、1945年から41年の歳月をかけて建設されました。アイスランドの溶岩玄武岩から着想を得てデザインされています。アイスランドは噴火活動により1400万年前にできた島ですが、人が住み始めたのは西暦870年代頃からと考えられているそうです。アイスランドの人々の先祖の 60% はノルウェーやデンマークから来た北方ゲルマン民族で、残りはアイルランドやスコットランドから来たゲール人と言われています。お腹が空いてきましたのでレストランに入りましょう。Google マップで点数の高いレストランを調べてネット予約がすぐにできました。これから2週間弱、北欧系の料理が続きますので、あえてスペイン料理のレストランをセレクトしました。メニュー名だけでは想像ができないものも多くありましたので、ウェブ上にある一般の方の投稿や店員さんのおすすめを聞きながら注文しました。親日な店員さんで接客が良かったです。マッシュルームのクロケットが特に美味でした。レイキャビークの街は徒歩圏内に観光地、レストラン、カフェなどが密集しています。自然が美しい上に街が可愛くて、改めてアイスランドは大好きな国だと思いました。寒さゆえどうしてもスープが飲みたくなって人気のカフェに来ました。食後にはコーヒーと甘いパンも欠かせません。たくさんのパンがある中からポピーシードのパンを注文しました。どこを切り取っても絵になるアイスランドの街並み。アイスランドの冬はきっと皆様の想像より寒くありません。火山大国であるため、地熱の影響があることやメキシコ湾から暖流が流れてくる海域であることが理由です。お部屋で少しゆっくりした後、近所のスーパーへ行ってみることにしました。喉が渇いたので、物価の調査も兼ねて入ってみましょう。まず10個入りのパック卵。661クローナ。1リットルの牛乳パック。210クローナ。コカ・コーラは一番普通のオリジナルテイストのものが 500ml ペットボトルで182クローナ。トイレットペーパーは12ロールで1279クローナ。テンボスも可愛くて高級なもののような気がします。もっと安いものがないか探したらありました。8ロールで498クローナ。アイスランドの有名なヨーグルトはこんなに種類が豊富です。500ml で451クローナ。成果は全体の 95% くらいが輸入品で、アイスランド国内で作られているものはめったにありません。数少ない国内産のものの価格をご紹介いたします。マッシュルームが 250g で1パック486クローナ、パプリカが 1kg あたり1196クローナ、プチトマトが 450g で1パック1089クローナ、
お土産に人気のアイスランドで作られている高級チョコレートはオムノムが766クローナ。こちらのブランドは450クローナ。喉が渇いてジュースを飲みたいという当初の目的を果たしに健康志向のゴジベリージュースを買いました。セルフレジでスムーズに楽々お買い物できます。スーパーとホテルの距離は徒歩4分です。そうそう、今回は利用していないですがホテルにはサウナとジムがあります。お部屋に戻ってジュースをいただきました。夜は冷えますので湯船に浸かります。今夜はオーロラ予報的には良好なのですが、雲が多くて全然見えません。オーロラが出たら電話でお知らせをしていただけるよう、フロントへお願いしました。昨日最後に食べ物を食べたのが14時30分で、その後何も食べずに就寝したためお腹が空いてたまりません。特に旅の前半は時差ボケなど体調を見ながら食事を考えようと思い、宿泊プランは朝食なしを選んでいましたが、ものすごく体調が良好で、開店と同時にホテル内のレストランに来ました。アイスランドってお食事美味しいの？とよく聞かれるのですが、私は美味しいと思います。どこか町場のレストランかカフェへ行こうかとも考えましたが、結論ホテルの朝食を選んで正解でした。お料理もコーヒーも好きなだけおかわりできますし、バラエティに富んでいて楽しいです。さすが北欧、シナモンロールが抜群に美味しいです。甘さが強くなく脂っこくなくペロリと食べられます。お粥にサーモンとニシンを乗せ、お醤油を垂らすと無敵です。テイクアウトでコーヒーをいただいてお部屋に戻ります。身だしなみを整え、10時にチェックアウトをしました。タクシーやバスを利用する選択肢もありましたが、時間に余裕があることと先ほど朝食をたくさん食べ過ぎたため、雪の中重いスーツケースを引くというトレーニングを兼ねて50分の距離を徒歩で空港まで行くことにしました。景色を見ながら歩くことができて最高に楽しかったです。レイキャビーク空港は首都レイキャビークにある国内線の空港です。昨日到着したケプラピーク空港とは異なります。国内線のレイキャビーク空港は航空会社によって場所が違いますので注意が必要です。預け入れ時に重さを測るとスーツケースは16キロありました。通りで歩くのが大変だったわけです。帝国通り搭乗が始まりました。FI038 便レイキャビーク12時40分発アークレイリ13時25分着。機材はカナダのボンバルディア DHC-8 です。座席数76席の小型機で日本でも離島などの地方路線で使用されています。飛行距離は 250km、飛行時間は45分。離陸が終わって着陸態勢に入るまであっという間のはずです。ミネラルウォーターとチョコレートが配られました。少し経っただけで景色がガラリと変わってきました。よく見るとお家があります。
こんなに寒そうな場所にも人の生活があるとは、世界は広いと感じさせられますね。もう間もなく到着するアークデイリは、首都レイキャピークよりだいぶ北に位置していますので、日照時間が短く気温が低いです。アークデイリは北の首都と呼ばれる町で、それなりに栄えているそうです。アークデイリ空港ではレンタカーを予約しています。1年前のアイスランドの動画をご覧くださった方はご存知いただいていると思いますが、昨年色々とアクシデントを経験しているため、レンタカー会社を変えてユーロップカーにし、何か起こった時にスムーズに対応していただけるよう、念のためアメックスのトラベルオンラインを経由して車を予約しました。アイスランドはジュネーブ条約加盟国ですので、日本で発行された国際運転免許証を使用可能です。道路は右側通行、ハンドルは左側で、日本とは逆になります。アイスランドでは民家のないような場所でもネットがつながりますので、ナビの使用や緊急事態に備えて絶対 eSIM を入れておいた方が良いです。運転される方は空気圧と速度制限に注意して、ランダバウトと標識を一通り予習してから運転されると良いと思います。今回のアイスランド旅でなぜ国内線を乗ってまでこの街へ来たのか、それはこのホテルに泊まりたいと思っていたからです。アークデイリから車で1時間半ほど離れた地域、シグルフィヨルズルという美しいフィヨルドに、そのホテルは佇んでいます。本日から3泊4日お世話になるシグロホテルに到着です。Google マップの口コミは 4.8 で、アイスランド屈指の評価の高さを持っています。今回私はジュニアスイートに宿泊しました。シンプルな間取りのお部屋で、天井も高く広々としています。ベッドはダブルサイズが1台ですが、北欧でよくあるパターンで掛け布団はシングルサイズが2枚用意されているため使いやすいです。ワッフル生地のガウンとスリッパ、チョコレート、紙袋にはアイスランドの自然派ブランドツトケアビューティーのスキンケアアメニティが用意されています。リビングエリアにはテレビとその横にミニバーがあり、ネスプレッソ、湯沸かしケトル、コーヒー紅茶のセットが置かれています。反対の壁側はデスクがありました。ベランダに出てみましょう。第一印象ではタウンビューカーと思ったのですが、この方角が後々良かったと思うことになります。それはまた後ほど。ホテルにはサウナと露天風呂がついていてここが本当に最高でした。外から見るとこのお部屋だけ立派なことがよくわかります。クローゼットにはアイロン台、金庫が置かれていました。アイスランドは水道水がナチュラルミネラルウォーターで、氷河から溶け出したお水が溶岩でフィルタリングされた世界でもトップクラスに美味しいお水が出てきます。落ち着いた色の大理石で囲まれたバスルームは清潔感がありました。
お部屋にはシャワールームのみでバスタブはありませんが、先ほどお見せした露天風呂が素晴らしいですのでそちらを利用しましょう。1階に降りていくと、フロントの隣にバーがあります。かわいいお客さんが眠ってしまってますね。バーとフロントの間にロビーラウンジがあります。コーヒーと紅茶を自由にいただけますので、滞在中に何度もお世話になりました。ちょっと近くをお散歩してみたいことと小腹が空いたので、近所のスーパーに行ってみます。街でたった一つの食料品店がホテルから歩いて3分のところにあります。3泊4日滞在しますので、コーヒーを飲むように牛乳とちょっとしたお菓子や今食べたいものなどを買いました。外国のスーパーは見たことのないものがたくさんあって楽しく、ついつい長時間いてしまいました。まだ17時ですがお外に出るともう真っ暗。雪山と冷たい海に囲まれていて、空気が澄んでいて本当に美しいところです。そこら中何かを縁取るイルミネーションが素敵ですね。お部屋に戻ってきました。なんだかもうこの街で暮らしている人のようです。いろいろ食べていたらお腹がいっぱいになってしまいました。お水は1階でいつでもいただけます。今夜もフロントにオーロラが出たらお電話をくださいとお願いしてベッドに入りました。おはようございます。朝食の営業は7時から10時。ホテル1階のレストランで提供されています。昨夜は綺麗に晴れていましたがオーロラは出なかったようです。太陽は太陽風というエネルギーを放出し、その中には電気を帯びた粒子がたくさん含まれています。この粒子はプラズマです。地球には磁場があり、この磁場がプラズマを引き寄せます。引き寄せられたプラズマが地球に届き、大気の酸素や窒素の原子とぶつかると光を放ちます。これがオーロラの正体です。オーロラは高さ 100km から 300km くらいのところで光るのに対し、雲は上空 2km から 10km くらいのところに出ます。つまり、オーロラが出ていても雲があると地上から見えないため、お天気も重要な要素となります。今夜はオーロラの出現確率が高そうですので晴れるといいです。チグロフィオルズルはニシン漁で栄えた町で20世紀前半にはゴールドラッシュのような活気に満ちていました。ニシン漁はアイスランドの経済発展に大きな影響を及ぼしましたが、海洋資源が不安定であることはよくある話です。南極と環境の変化によりニシンの漁獲量は大きく落ち込み、1867年から丸100年続いたニシン時代と呼ばれる栄光の時代は1969年に幕を閉じました。
はハイキングロードをウォーキングしてみます。Hanging lights on the front door. It's my favorite time of year. Pull a wreath out of cardboard. It says everyone is welcome here. 山に沿ってハイキングコースがあり、こんな真冬でもたくさんの方がいらっしゃっていました。She laughs as I sing jingle bells out of a marshmallow mustache. My little daughter came running up and sat on my knee. 街がどんどん小さくなっていきます。I said, what's on your mind? She said, I am not sure if Christmas dreams. 展望の良い地点に到着しましたので折り返します。Turned up Tony Bennett, said, love, I think I know that they do. 極寒の日が毎日続くと雪が溶けることを知らないので、少しも水分を含むことなくサラサラです。滝でさえ凍ってしまうようなマイナス10度台の世界。それとは対照的に民家からは人々のぬくもりある生活が感じられます。冬の寒さと暗い時間の長さがあるからこそ、イルミネーションに光が灯るのだろうと、そんな風に思いました。お部屋に戻ると清掃が完了していました。さて、水着を着て露天風呂に入りに行きましょう。インフィニティバスです。お湯の温度がちょうどよく、何時間でもいられそうでした。陸地に近いところは海が凍っています。お隣にはサウナが併設されています。ハーバービューのとても景色が良いサウナです。スイッチを入れるとこんな感じ。寒い日のサウナは気持ちが良いです。癒しの午後を過ごしました。ただいま、美しい夕暮れ後の17時20分。山の方角に薄い緑の光を見つけました。暗い場所を求めて急いで車で移動します。まだ夜は長いですので、一旦休憩して夜ご飯をいただくことにしました。ホテルに戻ってきて、1階のレストランに入ります。しっかり防寒はしていますが撮影は動かないためさすがに寒く、まずは温かいスープを飲みたいです。シーフードスープを注文しました。味付けが抜群に良いです。こちらは生ハムのカルパッチョ。
ルッコラ、パルメザンチーズ、松の実がかかっています。お魚料理はタラのオーブン焼きをお願いしました。お野菜まで全部美味しいです。お肉料理は牛フィレ肉のグリルを注文。鴨の脂をカリカリにしたものがかかっています。夕食前よりもさらに発酵が強くなって、カーテンのような揺らめきが肉眼でも見えるようになってきました。おはようございます。今朝はブッフェではなく事前オーダー制で、昨日のうちにメニューを決めて伝えてあります。私は北欧風朝食、夫はイングリッシュブレックファーストにしました。本日は車で1時間半の場所にあるアークレーリへ行ってみます。昨日はお天気が良い日でしたのでお散歩の日に、今日はお天気が優れなそうでしたので車でお出かけする日にしました。これから行くアークレーリの街は空港のすぐ近くで、レイキャビーク首都圏以外でアイスランド最大の街です。アイスランドに人が定住し始めた9世紀頃からバイキングが集落を作っていたと言われています。サラサラの雪が道路を煙のように舞っていました。アイスランド国内で20店舗以上展開するスーパーボーヌスに来ました。アイスランドで最も価格が安いスーパーとして有名です。店内が大きく品揃えが豊富で、コストコに初めて行った時のようなワクワクした気持ちになりました。自宅のネスプレッソ用にカプセルを日本へ買って帰ります。アイスランドのライ麦パンはとびきり美味しいです。チグロホテルの近くのスーパーよりお菓子も牛乳も20円くらい安いです。お水は空港の4分の1くらいの価格でした。ちなみにこちらのタラレバーの缶詰を自分用に日本へ買って帰ったのが大正解で美味しすぎました。缶肝に似た感じであん肝よりも癖がないです。もっと買ってくればよかったと思うおすすめの商品です。無人レジでのお会計はバーコードをスキャンし、右側の台で重さを照合するシステムです。レイキャビークよりもだいぶ北の地域であるため、1月上旬の現在、日照時間が1時間以上短いです。帰り道にアークレーリとシグロフィオルズルの間にある町、ダールピークで評判の良いレストランを見つけたので寄ってみました。昔のバイキングのお家のような可愛いインテリアです。そこでしか体験できないようなことをしたいという私の旅の趣味に完全にマッチしました。素朴で趣のあるこの雰囲気がたまらなく良いです。お店の名物はお魚のスープとビールを使った自家製のパン。コーヒーまたは紅茶とサラダもついてこの価格は安いです。
スープがこれまた絶品で、寒い季節にぴったりでした。お店を営んでいるご夫妻が親切な方で、食後には建物の奥にある昔のシアターを案内してくださいました。風が強く、雪ともやで時折ホワイトアウトする道路。昨年のアイスランド旅でのアクシデントを思い出します。しかし、アクシデントほど面白い思い出になるので不思議です。クリスマス期間はお墓もイルミネーションでライトアップされています。亡くなった方への敬意を込めて行われている習慣だそうです。無事にホテルへ戻ってきました。コーヒー用に牛乳とお菓子を買ってきましたので、しばらくお部屋でのんびりします。お菓子がどれも美味しくて、つい食べ過ぎました。今日はまだ全然歩いていないので、防寒をしっかりしてお散歩に出かけます。アイスランドのクリスマスはユールといい、1月6日まで続いています。ユールはもともとバイキングの間で、当時の頃に行われていた光のお祝いのことです。古代の北欧では土着の宗教が信仰されていましたが、西暦1000年頃にはキリスト教化され、現在のクリスマスの習慣、ユールにつながっています。そんなアイスランド版クリスマスのユールはユニークで、サンタクロースのような存在であるユールラッツという13人のトロールが、12月になると1人ずつ山から町へ降りてきます。12月24日にユールラッツの全員が町に集合すると、翌日から一人ずつ山へ帰っていきます。1月6日に最後のユールラッツが山へ帰っていくとクリスマスは終了です。ユールラッツは町に降りてきて悪さをするトロールで、少しでも食べ物がついているスプーンを舐めたり、羊に悪さをしたり、パタンと大きな音を立ててドアを閉めたりします。ちなみに、いい子にしていないと、靴の中に腐ったジャガイモを入れられるそうです。アイスランドのクリスマスは他の国では聞いたことのない面白い特徴がたくさんありました。長い期間クリスマスの装飾を楽しめるのもなんだかいいなと思いました。夜になってもお腹が空かなかったため、ディナーは食べずに就寝しました。おはようございます。朝5時台に起きて動画編集をしていました。現在の時刻は8時45分。まだお外は真っ暗です。本日はシグロ風朝食と北欧風朝食を注文しました。このキャビアスプレッドというものがなかなか美味しくて、白米か日本酒が欲しいお味がします。私はアイスランドの朝食に必ず出てくるニシンの酢漬けが大好きで、これを食べたさにシグロ風朝食を選びました。どの朝食を選んでもフルーツとパンケーキはついてきます。トマトとキュウリは追加でオーダーしました。さて、3泊4日お世話になったシグロホテルをチェックアウトします。ホテルのチェックアウト時刻は11時ですが、
空港に12時には到着したいので10時20分にお部屋を出ました。タック。極北の街で上質な滞在ができました。雪が凍りついてしまい、車に用意してある雪用のブラシで払っても視界が確保できません。外からお湯をかけ、暖房をマックスにして10分くらいでなんとかなりました。ホテルから空港まで車で1時間半くらいですが、昨日から引き続き雪が降っていますので、余裕を持って行動しています。空港に近くなったのでレンタカーの返却のためにガソリンを入れます。ガソリンはレギュラーでリッター368円くらいです。パークレーリにはハートの信号があります。無事にアークレーリ空港に到着しました。レンタカーの返却はポストに鍵を入れるだけですので簡単です。去年の反省を生かし、1日に何便も飛行機が飛んでいるということが、アークレーリを旅先に選んだ理由の一つです。1日に複数便あれば、機材トラブルなどがあっても、その日のうちに他の便に振り替えてもらえる可能性が高いからです。飛行機が欠航になる可能性を考え、今回の旅はすべて余裕を持って予定を組みました。特に復路の国際線に対しては強めのリスクヘッジをし、ケプラピークからフィンランドへ行く際は前日にレイキャピーク入りし、ヘルシンキから東京へ行く際は2日前にヘルシンキ入りする余裕のあるスケジュールを組んであります。無事にレイキャピーク空港に着陸しました。空港から PSI バスターミナルまでバスに乗り、バスターミナルからは歩いてホテルに来ました。再びホテルレイキャピークサガにチェックインです。お部屋に入ってみるとドーンとキングサイズが2台あり、素晴らしいパノラマビューのとても広いお部屋でアップグレードしていただいたことが分かりました。このホテルは街の中心地にあり便利でまだ新しいので綺麗ですし、接客も良く、アイスランドの物価を考えればコストパフォーマンスが良いので、昨年初めて泊まった時から気に入っています。アメニティもたくさん置いてありますし、バスタブがあるのが日本人的感覚からすると非常に嬉しいです。5泊目の本日はランドリーで洗濯物を片付けます。いつも旅の時は荷物を少なくするために、だいたい旅の日数の半分くらいしか衣類を持っていきません。靴下や下着など小さいものはバスタオルで脱水できますが、ワンピースやズボンなどの大きめのものは難しいため、ランドリーの大きな洗濯機で洗えると助かります。洗濯が終わるまで20分くらいありますので、ホットドッグを買いに来ました。洗濯物をピックアップして一度ホテルに戻り、お部屋にお洋服を干したら今度はディナーへ行きます。街で人気のフィッシュスープ屋さんです。高評価のお店で日本人からの口コミも数多く寄せられていました。まずはアイスランドの地ビールで乾杯。
ペールエールはフルーティーな香りにしっかりした苦味。バイキングの特別版ボンダイは軽くて飲みやすいです。はい、ご料理が到着しました。私が注文したのはお魚のシチューです。たとえジャポニカ米でなくても白米はテンションが上がります。こちらはお店の看板料理、フィッシュスープです。甜味がちょうどよく美味しいです。ポットは本日の白身魚プレートをいただいてました。アイスランドには天気予報のような感じでオーロラ予報というものがありまして、今日は昨日より高い数値が出てるのですが、レイキャピークは街の明かりが強すぎてそんなに見えなそうな気がします。ホテルに戻ってきました。今回泊まっているお部屋から廊下を進んだ先に大きなルーフトップバルコニーがあることに気がつき、しばらくここで過ごしていました。今夜は街中至るところで花火が上がっています。かなりうっすらとですがオーロラを見つけました。でもやはり街の明かりが強く肉眼では見えづらいです。今オーロラが出ているあちらの方角には海があります。海に行けばもう少し暗いはずですので行ってみましょう。期待したほど海の向こうも暗いわけではありませんでしたが、なんとか肉眼でも少し見えるくらいにはオーロラが光っていました。アイスランド最後の夜、オーロラを見れてよかったです。おはようございます。7時にチェックアウトし、公共のバスでバスターミナルへ。バスターミナルで空港バスに乗り換えてケプラビーク空港へ。ここまで予定通りで一安心です。出国前にホットドッグ屋さんへ絶対に来ようと思っていました。屋台と違い空港店は室内で気温が暖かく冷めないため、ここで食べるのが一番良い気がします。パンがふわふわでソーセージがジューシーで、秘伝のソースとカリカリのオニオンすべてが最高のハーモニー。おかわり不可避でした。美味しくて何個でもペロリと食べられそうです。レイキャビーク発ヘルシンキ行きの便は30分ほど遅れています。フィンエアーのビジネスクラスの乗客はアイスランド航空のラウンジを利用可能です。雰囲気がよくソファーもしっかりしていて落ち着いてくつろげるラウンジで気に入りました。なんともリラックスできる形状のソファー。コーヒーが美味しいです。座席数はかなり多く広いラウンジですが、たまたま他の飛行機と重ならない時間帯であったからか、静かで混雑していませんでした。アイスランド産のお酒も置かれていました。搭乗口はこのラウンジのすぐ近くにあります。これから乗る A320 の飛行機が見えました。やはり座席指定した時は121でしたのに乗ってみると33の狭い座席です。座席は後ろのエコノミーと全く同じですがビジネスクラスと書いてあります。仕方ないですね。さようなら、アイスランド。またいつか会う日まで。Can we leave
日の出にちょうどよく離陸の時間が合いました。噴火している山々が見えます。噴火の影響でリトリートホテルに行けていないままですので、次回アイスランドに来るときにはそちらをリトライしたいです。アイスランドの景色が美しくて大好きです。機内では潤いが失われやすいため、こまめな水分補給は大切です。まずはドリンクから機内サービスが始まりました。おつまみにプレッツェルも一緒です。アレルギーや食事制限を除き、機内食は1種類です。スターターは冷製のクリスピーチキン。メインはミートボールです。北欧ではベリー系のジャムとミートボールを一緒に食べると聞いたことがあります。食後に甘いパンとコーヒーをいただきました。パンは CA さんがおすすめの様子だったのでいただいてみたのですが、これがとんでもなく美味しくて感激しました。フィンランド産のビールを注文しました。飲みやすくて美味しいです。プレゼントでいただいたハンドサニタイザーが重宝しました。まもなく着陸です。この便のビジネスクラスの半分は北欧人、なんともう半分が日本人でした。この便の遅延により着陸から次の便のゲートクローズまで10分しかありませんので、扉が開いたら全力ダッシュします。CA さんに地上へ情報共有していただくようお願いしましたが、何度メッセージを送っても応答がないということです。なんとか間に合いました。機内で飲んだお酒が効いて少しクラクラしましたが、マラソン大会より早く走れた気がします。極寒の地特有の対策なのか、出発前に何かを翼に噴射しています。今回のフライトはヘルシンキ発キッティラ行き。飛行時間は1時間35分です。この便はエコノミークラスを利用しています。お水とブルーベリージュースは無料です。キッティラ空港に無事に到着しました。マイナス20度の世界です。残念ながら私たちの荷物はまだヘルシンキ空港にあるようです。オンラインのフォームからホテルへの配送希望を申請しました。空港からホテルへは事前に送迎を依頼していました。本日から3泊お世話になるノーザンナイツランチに到着です。手つかずの大自然が残るラップランド。私たちのガラスイグルーは樹氷の森の中に佇んでいます。早速中へ入っていきましょう。今回宿泊するのはデラックスプラスというカテゴリーのガラスイグルー。ガラスイグルーは壁も天井もガラス張りになっているため、暖房の効いた暖かいお部屋で夜空を眺めることができます。天井のガラスは常に温められているため、雪が積もる心配はありません。
トは1台ずつリモコンでリクライニングを調整できます。枕元のコンセントは USB と Type-C のポートも用意されています。ベッドの上にはタオルとアメニティが置かれていました。スリッパは分厚いワッフル生地です。何組かで利用できる大きなお部屋を除くと、このお部屋は一番上のグレードでキッチンの設備がついています。近隣にレストランや食料品店が全くないことから、今回私たちは3泊4日の夕朝食をすべてホテルのレストランで予約していますが、何か持ってきてお部屋でご飯をいただく日を作ってもよかったかもしれません。コーヒーマシンはドルチェグスト。初めて試しましたがココアが美味しかったです。フィンランドでも水道水を飲むことができます。冷蔵庫の中に入っているものはすべて有料です。ここで一旦振り返って玄関の方を見てみましょう。衣類ウォーマーが玄関に設置されています。雪に降られてもコートや帽子をすぐ乾かせるためありがたかったです。日の出ている時間は短く街灯も少ないためオーロラ鑑賞に最適な場所ですが、夜道は暗いですのでヘッドライトをすると安心かもしれません。反対側は全身鏡とパッと荷物を下ろせるゆとりある台。そして大きなクローゼットです。再びお部屋の中へ参りましょう。この客室はスイートですので、もう一つお部屋があります。テレビとソファーが置かれた落ち着くリビングスペース。外を眺めながら作業できるデスクもあります。最後にこちらの扉の中はバスルームです。寒いラップランドで暖かいお風呂に浸かりたい方へ朗報です。この客室には大きなプライベート露天風呂があります。今はもう外が暗いため、明日明るくなってからお見せいたします。整頓された清潔なバスルーム。ハンドソープはラップランドの高級ブランド、ルメネ。鏡には曇り止め機能がついています。タオルウォーマーがあるとタオルだけでなく、手洗いした衣類がすぐ乾かせるので重宝します。私たちのスーツケースは今日中に届きそうにありません。こんなこともあろうかとエアタグを忍ばせてあり、現在地を把握できてはいるのでそこまで不安はないです。ホテル内のレストランへディナーに参りました。ラップランドのベリーなどで作られたノンアルコールカクテルで乾杯。お料理は3品のコースをお願いしてあります。一品目はアーティチョークのスープ。クリーミーな根菜の素朴な風味が美味しいです。メインはトラウト、皮がカリッと焼かれていて美味しいです。追加でマッシュルームスープをお願いしました。デザートはフレンチトーストとアイスクリーム。どのお料理も最高レベルに美味しく大満足です。ごちそうさまでした。
フロント前のロビーにはショップがあります。荷物が届かないので、必要な品を2名分購入しました。レストランから見えたベイビートナカイには餌をあげることができます。そこら中でダイヤモンドダストが舞っています。お部屋に戻る途中にはスケートリンクやファイヤープレイスがありました。フィンランド最北の地域ラップランドでは年間に100日オーロラを見ることができます。オーロラのシーズンは8月末から4月の初めまで。お部屋の中でぬくぬくしながら鑑賞できて贅沢です。これがベッドで寝っ転がっている時の景色です。オーロラを見るためには暗さも重要なことで、この地域は公害がなくオーロラ鑑賞にベストな場所です。おはようございます。今朝の気温はマイナス18度。北極圏のラップランドに位置するこの町は北緯67度とかなりの北にあるため1月上旬の日照時間は2時間半しかありません。朝食の営業は8時から10時30分。朝から優雅にスパークリングワインをいただけるとのことです。フルーティーで美味しいです。品揃えが非常に豊富なブッフェボード。こんなにたくさんのメニューがあると選ぶのが楽しくてたまりません。お食事は旅の楽しみの大きな部分を占めますので、その土地ならではの美味しいものに出会えると嬉しいです。どれも少しずついろいろ試しましたが全部美味しいです。トナカイのタルタルが全く臭みがなく驚きました。フィンランド名物のお料理も多く、何度もおかわりして楽しい朝食を過ごしました。だんだんと明るくなってきましたので、改めてこのリゾートについてご紹介してまいります。ノーザンナイツランチは客室数25室のブティックホテルで、全室イグルースタイルのキャビンになっています。フロントとレストランがつながっているメイン棟。現在お昼間の12時30分で、気温はマイナス15度です。北欧は本当にどこを切り取ってもおしゃれで可愛くて人気があることがよく理解できます。ノーザンナイツランチは冬季のみの営業です。一番価格の低いお部屋ですと、一室2名の合計で5、6万円台の日もありますので、オーロラを見たい方はぜひチェックされてみてください。スノーブーツの上に履くスノーシューズを借りて、リゾート内をお散歩に出かけます。フィンランドでは北へ行けば行くほどオーロラを見れる確率が高まるそうです。ココレビはサンタクロース村で有名なロバニエミよりもさらに 170km ほど北に位置しています。スノーシューズがあるとこんなに深い雪でも安心して歩けていいです。オーロラを見られるのは北も南も緯度が60度から70度ほどのオーロラベルトと呼ばれるドーナツ状の範囲内です。北欧やアラスカ、カナダのイエローナイフ、ロシアなどが該当します。
寒すぎてあっという間にバッテリーがなくなりました。寒いとリチウムイオン電池内の電解液の粘度が上がり、イオンを移動させるために余計な力が発生するため、バッテリーの減りが早くなるのだそうです。しっかり着込んでいるので体は大丈夫なのですが、露出している顔は半分凍りかけてる気がしました。お部屋に戻って、スマホも自分も充電しましょう。明るい時間に見ると、改めて素敵なお部屋です。しばらく休憩してから露天風呂を堪能することにしました。暖かくて最高です。絶景を眺めながら幸せな午後を過ごしました。ディナーのお時間です。お腹がペコペコに空きました。本日もノンアルコールカクテルで乾杯。本日のコース一品目はキャードサーモン。キャードサーモンはハーブと塩漬けにしてあり、北欧でよくされる調理法です。追加の単品注文でロブスターだしにエビと白身魚が入ったお料理を注文。こちらも追加の単品注文でレモンのリゾットです。スプルースという松科の新芽が乗っています。メインディッシュは牛肉のサーロインです。ごちそうさまでした。オーロラは11年くらいの周期で活発な時期とおとなしい時期を繰り返しているそうなのですが、2025年は最も活発な極大期と言われています。おはようございます。今朝はマイナス20度まで気温が下がりました。お天気が良いため昨日より明るくなるのが早いです。朝食へ参りましょう。お外が暗いこともあり、みんな朝はゆっくりめのスタートです。ブッフェボードに並んでいるお料理は昨日と少し変わっています。体に良さそうなジュースで目を覚ましました。フィンランドでは朝食にミルク粥を食べる方が多いそうです。ある程度お食事をいただいたところでスプマンテコーナーへ。幸せな一日の始まりです。トナカイたちも動き始めました。この子たちはまだ赤ちゃんなので角が小さいです。今日もリゾート内を元気にお散歩していきます。11時を過ぎると東の空にほんのり太陽の色が広がってきました。月もまだ出ています。マジックアワーの続く白明の森。幻想的な世界です。今日はあえてスノーシューズをつけないでスノーブーツだけで歩いています。この景色を見れただけでも遠くから飛行機に乗ってこの場所まで旅に来てよかったなと思います。一般道もこんなに美しい景色です。お散歩から戻ってきました。
メイン塔の目の前にある巨大な鎌倉は内部がチャペルになっています。ゲストを招いての本格的な結婚式ができるようになってますし、ウェディングフォト撮影やプロポーズなどにも利用できそうです。焚き火のある小屋に入ってみます。室内で滝が燃やされています。先にいらっしゃったカップルが私たちにマシュマロを分けてくれました。リゾート内には有料の貸し切りサウナがあります。明日から宿泊するヘルシンキのホテルには客室にサウナがついているため、今回こちらでは利用しませんでした。貸し切りサウナの料金は90分で150ユーロです。スケートリンクはサウナのお隣にあります。スケートシューズなども自由に使用可能です。時刻は13時になりました。施設を奥へ進むとジムがあります。気の利いた器具がコンパクトにまとめられています。六木を久しぶりに見てぶら下がりたくなりました。室温も快適に保たれています。空港とホテルの距離は 30km で雪道なので片道30分。料金は往復で190ユーロです。お部屋に戻ってきました。このお部屋をすごく気に入っています。寒いので少しお風呂に入りましょう。蓋は全開にもできますが、半分閉めて使っていました。お部屋は全面床暖房で暖かくて断熱もしっかりしていますので、エアコンをつけなくても寒くないくらいです。家でもよく流している心地よい映像と BGM の動画がナチュラルに馴染んでいます。ドルチェグストでココアを入れて窓側の美しいデスクで動画編集をして午後を過ごしました。夜ご飯のお時間になりました。旅行前にあらかじめメールでディナーの時間を聞かれ、到着日以外は18時で予約を取っています。本日で最後のディナーです。昨日おとといと飲んだ中で一番気に入ったリンゴンベリーのノンアルコールカクテルをお願いしました。自家製のパンとマッシュルームのバターです。コースとは別に単品でマッシュルームのクリーミーなスープを注文しました。スターターはトナカイのタルタルです。リンゴンベリーのマヨネーズとキノコの酢漬け、アーティチョークのチップスが乗っています。メインディッシュは北極イワナのソテー。皮目をカリッと焼いてあり、下にはディルのソースが敷いてあります。デザートはアーモンドのフィナンシェ。レモンのムースとリンゴのコンポートが添えてあります。小さなウサギがトナカイ牧場に遊びに来ていました。こんなに物の流通なども難しそうな地域にありながら、毎日のお料理がとても美味しかったです。今夜が最後の夜だというのに、オーロラの数値が低く、もやがかっていてオーロラは見えませんでした。
明日はヘルシンキに移動します。おはようございます。今朝の気温はマイナス14度。マイナス14度か。確かに今日はそこまで寒くないなぁと思うようになりました。日本にいるときは気温が10度以下になるだけで寒い寒いと思っていましたが慣れるものですね。朝ごはんは軽く済ませてチェックアウトの準備をします。この美しい景色を目に焼き付けたい。でも人間の記憶は薄れていってしまうからと思い、手が痛くなることも構わず夢中でシャッターを切りました。心が震えるほどの美しい景色に人生で何度出会えるでしょうか。お部屋で最後の時を過ごし、ついに出発します。また一つ宝物の思い出が増えました。来たかった場所へ旅に来れたこと、応援してくださっている皆様へ感謝の気持ちでいっぱいです。飛行機は13時40分キッティラ空港発のヘルシンキ行きへ乗ります。国内線ですのでそんなに早く空港に着く必要はないのですが、念のため11時のチェックアウト時刻通りホテルを出発しました。海外旅行で特に遠いところへ来るとまた来たいという強い気持ちを持っていても心のどこかでもうこれがここに来る人生で最後の時かもしれないと思い、切ない気持ちになります。何日か滞在した場所とのお別れはいつも寂しいです。予定通りホテルから30分でキッティラ空港に到着しました。キッティラ空港は小さな地方空港ですので、航空会社のビジネスクラスラウンジやプライオリティパスラウンジといったものはありません。保安検査場を通過した後のエリアにカフェがありますので、景色を眺めながら動画編集でもしてゆっくり待とうと思います。カフェでラテを注文しました。移動と移動の間の時間が長いと旅の難易度が下がる気がします。虹が現れました。予定通り搭乗開始です。地方空港でしか味わえない徒歩でのボーディングが結構好きです。この国内線の便は袋もエコノミークラスを利用します。13時40分キッティラ発、15時10分ヘルシンキ着、飛行時間は1時間30分。日の入り後のマジックアワーとナップランドの自然がなんとも美しい景色です。機内サービスで無料のブルーベリージュースをいただきました。少しうたた寝をしていたらあっという間に着陸です。ヘルシンキの気温はマイナス1度。ヘルシンキ空港からヘルシンキ市街地への王道の行き方、電車を利用します。
空港からヘルシンキ中央駅への電車での移動をいろいろな方の YouTube でよく見ました。ヘルシンキでの滞在は2泊3日で、滞在中に電車移動をしないと思いますので、とりあえず1回分の切符を買いました。ヘルシンキ中央駅で降りてトラムに乗り換えます。逆方向のトラムに乗っていたことに気づき、一駅で降りて乗り直しました。本日から2泊3日お世話になるラップランドホテルズブレバルティに到着しました。北欧らしいセンスの光るインテリアです。50年以上の歴史を持つホテルブランドラップランドホテルズはラップランド地方のモーニョーという町にルーツを持っています。ヘルシンキの中心部にありながらラップランドの神秘性を得られる唯一無二のホテルです。今回はアークティックデラックススパダブルというお部屋を予約しました。見た目、食感、音、香りなど五感の印象を大切にした設計で、柔らかく統一感のあるデザイン家具と、カリッティが監修した照明、北欧の先住民族であるサーミ人の音楽、様々な要素から客室が成り立っています。そして、フィンランドといえばサウナです。今回はこの広々としたプライベートサウナのついているお部屋をとても楽しみにしてきました。フィンランドはサウナ発祥の地で2000年もの歴史を持っています。フィンランドには540万人の人口に対し330万のサウナがあるというので驚きです。フィンランドのサウナ文化はユネスコの無形文化遺産に登録されています。2019年にオープンした比較的新しいホテルですので、水回りや電気系統も綺麗です。北欧は全体的に衛生環境が良い傾向にあります。洗面所とお風呂のスペースが広めで贅沢でした。お腹が空いたので、ホテルから10分歩いて有名な場所へ来ました。映画、カモメ食堂が撮影された実際のお店です。きっと、日本人のゲストが多いのでしょう。日本語のメニューを持ってきてくださいました。私はフィンランド産の生ビールと北欧定食セットを注文しました。白いご飯に海苔のついたおにぎりとお味噌汁を見ただけで大興奮してしまっています。お醤油があるのも嬉しいです。定食の内容はわかめのごま油炒め。フィンランド産シーカの昆布締めとノルウェーサーモンのお刺身、エストニア産うなぎの炭火かば焼き、うなぎ用に粉山椒の瓶も添えられています。ポットは単品でラーメンも注文していました。北欧定食のデザート、コーヒーとシナモンロールです。このシナモンロールが美味しすぎて忘れられない味になりました。外に出ると風が強く雪が吹きつけられて体が冷えたため、ホテルのお部屋に戻ってサウナを堪能しました。プライベートサウナですと自由に使えて快適です。
おはようございます。ホテル1階のレストランに参りました。朝食の営業時間は、平日が7時から10時、土曜日は8時から12時、日曜日は8時から13時までと長いです。宿泊客でない方でも朝食の予約ができるようで、たくさんの方で賑わっていました。外来の料金は、大人1名39ユーロです。こちらのホテルは朝食に力を入れられているため、宿泊客にはすべての宿泊プランで必ず朝食がついています。ラップランドの食材や調理法を用いたお料理がたくさん並んでいます。着席してまずはラテをいただきました。デックステーションでオムレツを作っていただきました。スモークサーモン、スモークトナカイ、ヒラタケ、赤玉ねぎ、チーズが入っています。郷に行っては郷に従えと思いお粥をお砂糖とシナモンでいただきました。一旦お部屋に戻ってから街へ出かけましょう。階段で移動すると壁を飾るガラスの瓶が目に入ります。これは1952年にこの建物が建てられた当時オフィスビルであった時の遺産です。1889年オープンで140年近い歴史を持つオールドマーケットに来ました。ヘルシンキ最古の市場でお魚、お肉、チーズの専門店、レストランやカフェなどがたくさんお店を構えています。たまたま通りかかったトルコ人の方のお店で親切にしていただいたので、ターキッシュコーヒーをいただくことにしました。細かくひいたコーヒー豆を水から煮立て、上澄みだけを飲みます。450年の歴史を持ち、世界文化遺産にも登録されている飲み方です。旧石器時代からフィン人とサーミ人が住み続けた現在のフィンランドに北方十字軍を名乗るスウェーデン軍がやってきたのは1155年のこと。国を作らずに両民族が住み続けたこの土地を征服し、19世紀までスウェーデン王国が支配下に置きました。そして1808年にスウェーデンとロシアの間で戦争が勃発し、フィンランドを戦場とした争いに発展。翌年にロシアがスウェーデンに勝利を収めると、今度はロシアの保護国となります。ヘルシンキで最も有名なシンボル、ヘルシンキ大聖堂はロシア帝国の統治時代に建てられたものです。なかなか独立を勝ち取れないフィンランド。小国であるフィンランドが大国に敗れず生き残るために高い水準の教育を普及させ、すべての国民が政治に参加する必要があるという意識が強く芽生えていきました。そんなフィンランドの生涯学習の支えになっている一つが読書量です。世界一の図書館に選ばれたオーディに来ました。2019年にフィンランド独立100周年を祝う国家プロジェクトの一つとして、また国民への贈り物として建設されました。図書館の名前、オーディはフィンランド語で唱歌の意味。唱歌とは古代ギリシャ劇で神の栄光や人の功績を称えるために歌われるもので、
文化と芸術を愛する国民を称える意図が図書館の名前に込められています。ポーディは3階建てで、この3階がメインフロア。本の天国と呼ばれるスペースです。10万冊の蔵書が並んでいます。設計前に行われた聞き取り調査により、国民の声が図書館づくりに反映されています。フロアをつなぐ螺旋階段は、デディケーションと題されたパブリックアート作品。この図書館はどんな人のために存在するのかという問いに対する市民からの答えが書かれています。ヘルシンキはラップランドはもちろんアイスランドよりも南にあり、今回の旅行の中で一番日照時間の長い滞在地です。1月上旬は日の出が9時30分頃、日の入りが15時30分頃でした。1年を通じて長すぎず短すぎない日本の安定した日照時間は、北欧を旅して初めてありがたいものだと気がつきました。一旦ホテルに戻り、おめかしして次の目的地へ行きます。フィンランドで一番格付けの高いレストラン、アレスに到着です。フィンランドで最高のミシュラン2つ星を唯一獲得しています。まずは乾杯にグラスのシャンパーニュを。2種類あるとのことで両方いただきました。1950年代にヘルシンキオリンピックのために建てられた建物の10階で、眼下には港の夜景が広がります。250ユーロのコース、220ユーロのワインペアリングをお願いしました。アミューズブッシュからスタートです。指でつまんで一口でいただけるお料理が全部で4品きます。笹錦で作った自家製のシャリをタラバガニと合わせたお寿司のようなタルト。フィンランド産のフォアグラと冬のリンゴ。マグロにパリパリの海苔とごまを合わせたタルト。ネギと鹿児島産平5ランクの和牛のパンケーキ。上にはキャビアが乗っています。今度はお箸がセットされました。合わせるワインはドイツモーゼルの甘みがあるリースリング。デンマーク産ヒラマサの昆布締め。グースベリーの酸味で作った自家製のポン酢で味付けしてあります。ロブスターに柑橘と山椒の葉を合わせたもの。ここまでご覧の通り、日本の食材が多く使われています。次のワインはイングランドのスパークリングワイン。ラップランド名産のジャガイモと酒科の淡水魚、ムイックの卵。この魚卵は生のたらこのような味わいで、ジャガイモとの相性が抜群でした。次に合わせるのは辛口のリースリング。目の前でフリーズをするようにお料理が仕上げられました。ヨーロッパ赤座エビを柚子バターソースでいただきます。続いてのワインは非常に珍しいブルゴーニュのサバニャン。メインのお魚料理は石ビラメ。クリーミーなマッシュルームのソースとキャビアの塩味が良い味わいです。
赤ワインは6時間前に抜栓し、デキャンタージュしてくださったそうです。ミディアムボディで果実味あふれる味わいです。黒トリュフをたっぷりかけて仕上げられたメインディッシュは、フランス、アンジュ産の鳩肉のローストです。自家製のブリオッシュとともに美味しくいただきました。デザート一品目はブラッドオレンジとサフランのソルベ。このお皿には日本の柚子酒がペアリングされました。近年世界中のレストランで日本の食材を見るようになりました。世界ベストレストラン1位を何度も獲得しているデンマークのノーマが日本の食材をよく取り入れたことが影響しているそうです。デザート2品目は洋梨とチョコレート、焦がしクリームを合わせた一皿。最後のワインはオーストリアの甘口ワイン。最後にプティフールとコーヒーをいただいて終了です。こちらのレストランの予約は90日前の受付開始日に公式サイトから自分でウェブ予約をしました。提供日が少なく、原則水曜日から土曜日までの週4日のみで、時期によってはもっと営業日が少ないこともありますので、早めの計画・予約がおすすめです。コースには、お水と最後のコーヒーまたは紅茶が含まれていました。フィンランドにチップの文化はありませんが、今回50ユーロのチップをお付けしています。素晴らしいディナーでした。おはようございます。本日は快晴です。チェックアウトを済ませてから朝食に参りました。昨晩たくさん食べて飲んでまだお腹が空いておらず、軽めにジュースとコーヒーだけにしようかと思いましたが、お料理を目の前にすると食べずにはいられません。ナップランドで自生するクラウドベリーのジャムをナップランドの伝統的なチーズ、レーパユーストといただきます。スーツケースをフロントで預けて、あと3時間ほどお散歩をしましょう。北部には晴れている日の方が寒いというのは本当です。セカンドハンドショップ巡りをしました。リサイクルショップのことでフィンランドの名物になっています。ホテルに戻って荷物をピックアップし、来た時と違うルートでトラムとバスに乗って空港へ行きます。無事にヘルシンキ・バンター国際空港に到着です。ビジネスクラスの乗客はお荷物の預け入れも保安検査場も優先レーンで並ばずに通過できます。フィンエアーの航空会社ラウンジで搭乗まで1時間ほど過ごしましょう。夜間のフライトになりますので、私のいつもの習慣でラウンジのシャワーを浴びさせていただきます。さっぱりシャワーを浴びたらお腹が空いてきました。温かいお料理もいろいろありますし、立派なバーでカクテルをいただくこともできます。私はマッシュルームスープとお米、タラのクリーム煮とファラフェル、じゃがいもとドライトマトの炒めをいただきました。ドアクローズまであと10分、そろそろ登場しましょう。
帰りの飛行機も行きと同じ A350 の新しい機材です。座席間の壁がしっかり高く個室のような空間です。北欧の家具を彷彿とさせるスタイリッシュなデザイン。おしゃれさだけではなく居住性も機能性も抜群です。座面がスライドするのではなく、ソファーとオットマンの間が塞がるような形でフルフラットになるのもすごく良いです。ウェルカムドリンクはブルーベリージュースをいただきました。ワイヤレス充電器はマークのところが滑り止めになっています。行きと帰りではポーチのデザインが少し違うものでした。置いてあるものやドリンクメニューは行きと同じ内容です。さようならフィンランド。さようならヨーロッパ。10泊13日の楽しい日々が思い出されます。また今年も仕事を頑張ります。帰りは中央アジアを通る南回りルート、飛行時間は13時間30分です。ノンアルコールカクテルのブルーベリースプリッツをお願いしました。美味しいのでおすすめです。ナッツも周りの粉が美味しいです。お食事の準備が始まりました。メインのお料理を牛肉、豚肉、お魚から選ぶことができます。私はお魚料理のパイクパーチとサーモンのテリーヌにしました。冷製のお料理が2品、ゴーダチーズと赤すぐりのタルトと白身魚のスモーク、ザリガニとキノコのマリネです。お野菜やソースも美味しかったです。夫が選んだ豚肉の和風味噌煮はこのような感じでした。デザートはキャロットケーキをお願いしました。眠くなってきましたのでしばし睡眠をとります。おはようございます。着陸態勢に入るというアナウンスで目を覚ましました。10時間以上目を覚まさなかったという自分に感動すらしています。フィンランドの香りを感じるフィンエアー。これでフィンランドとの本当のお別れです。さようならまた会う日まで。この後は料金のまとめです。北欧10泊13日、大人2名の総旅費は、日本円で378万14円でした。次回は日本で最もラグジュアリーな、そして世界中から注目されている北海道のスノーリゾートをご紹介いたします。客室に温泉の天風呂がついていて、ご飯も美味しいホテルですのでお楽しみに。最後までご覧いただきましてありがとうございました。